どうも、こんにちは、デミコです。はい。ですね、今日は何をやるかと言いますと、いや別になんていうんですかね、編み方をね、こう、お見せするとかっていうのがメインじゃなくって、基本的にはね。うんうん。ただ今何をやらなければいけないのか、そしてそれをやり始めますっていう動画なんですけど、何をやるかっていうと、レッグウォーマーですね。はい。レッグウォーマーを頼まれたので、やらなければなりません。で、なぜやらなければならないのか。それは私にレッグウォーマーを頼んできたのが妹ちんちんだからです。はい。というわけで、日本にいる間にやらなければいけないということですね。はいはいはい。だから、この前、ね、1月の終わりの松屋でのね、銀座松屋の、あれですよ。催事でね、毛糸を買ってきたわけですよ。ね、皆さん。こちらですよ。こちら。ダーン。こちら。この糸を使って妹ちんちんにレッグウォーマーを求めます。はい。でね、私考えました。レッグウォーマーを、これ2つあるんですけどね。よいしょ。よいしょ。もう1個ありますよ。もちろん、もう1個あるんですけど、はい。で、これを使ってやっていくんですけど、私ね、考えましたよ。レッグウォーマーってさ、靴下と違ってさ、筒じゃん。こう、なんつうの先っちょから編んでって、こうやってやっていくのにさ、結局、輪っか状態じゃん、常に。で、どうしてもね、いや、同時編みしたい。同時編みしたい。だって柄揃えたいし、一本編んでもう一本とかちょっときついじゃんと思って、どうやってやればいいかな。なんつってね、いつもそうやって考えるわけですね。筒状編むときに。で、私のやり方をね、ちょっとね、今日やっていこうかなと思うんですけど。で、最初がね、一目ゴム編みなんですよ。ね、端っこが。一目ゴム編みなんで、でもね、実はね、これね、ちょっとね、ズルしてね、揃えてあるんです。はい。揃えてあるんです。何が揃えてあるかって、要は柄を揃えなきゃいけないので、柄をもう両方とも揃えてあるんですっていうよりも買うときに、すでに、もうなんていうのほら、ね、もうやってあるんだよ。ね、やってあるんですけど、すでに、こう見てね、柄を見てね、ほぼ同じじゃんっていうのを選んだので、あんまりね、無駄になることございませんでした。はい。で、すでに準備してあります。はい。ここからやっていくわけなんですけど、どうやってやっていくかってことなんですよね。で、一目ごま編みなんで、ただね、輪っかにするでしょ。一目ごま編みのその作り目を普通にやると、最初、平編みのやつ、平編みでやったら別にいいんだけれども、普通に輪っかにしていくんで、最初からね、平編みするとね、最初のね、こう、なんていうの、こう、目を作って、一段編むんですけど、一段っていうか、一回往復させるっていうかね、一回編むんですけど、その時にね、裏からスタートしていく感じになるんで、そうするとね、平編みの時はいいんですけど、それひっくり返して表にするんでいいんですけど、輪にする時はずっと編んでいくんで、しかも私のその輪にするやつのやり方っていうのがですね、その普通のやり方しちゃうと、最初裏目からスタートになっちゃうんで、表目からスタートするように通常とはちょっと違うと言いますか、逆のやり方ってことですね。普通はですね、さっさとやっていきますよ。何を言ってんだか分かんないっていう話なんですけど、何かちょっと普通はですね、こっちから入れてグリンと回したら、向こう側に回してね、こう入れてグリンと回したら、向こう側から手前に回して間に入れて、これで2目目で、3目目はこっち側から下に入れて向こうをひっくり返して手前に持っていくっていう、これの繰り返しなんですけど、でまた向こう側から間に入れて、で手前から下から入れて向こう側を向こうから引っ掛けて、こうやってくんだけど、これだと最初の目が裏目になっちゃうんで、表にするために逆向きっていうか、最初のスタートの一目目を逆にするようにするわけですね。これを手前に巻くんだから、逆にするってことはこれを向こうに巻きゃいいわけです。向こうに巻いたら
最初はこうやっていくと外れちゃうわけですよ。なので2目目はこっちからですね、手前下から入れて向こうに引っ掛けて、で次は向こうからグリッと回して手前引っ掛けて間入れて、逆にやっていけばいいってことです。はい。逆にっていうか、一番最初の目をこういくところを向こうにやればいいということです。そして手前から引っ掛けていけばいいということですね。ということで、これでですね、最初の目をなんつうの、なんだ、輪にする時に私は重ねるので、重ねて2目一度にするので、50、あ、ごめん、何目スタートだっけ？ 56 目スタートか。そうだね。56目スタートなので57目作ります。はい。じゃあ向こう側で手前からかけて2、3、55、56、57。はい、57。57なんですけど、ここでこうね、こう持ってひっくり返すんですけど、この1目目がすぐ外れる状態になってます。はい、すぐ外れる状態になってるんで、これをこの外れないようにこういう形で持っといて、で1段とりあえず平編み状態で編んでいきますね。これが表編みをして、おっとと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 、これがねすぐ外れる感じなんで、これ気をつけて、で次裏目2目目まで編んでしまえばあとは大丈夫なので、であとは表裏で表裏表で、どっちが表でどっちが裏かよくわかんないっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど、このピーッと長くなってる方が表で、ここに下に横筋が入ってるのが裏でございますね。はい。まあちっちゃいからちょっと見づらいと思うんですけど、これで一応全部57目作ってるんで、57目表裏で1目ゴム編みをしていこうと思います。はい。でこの最後の目をちょっとぐっと広げて、普通に表目を編むように最後編みますね。はい、編みましたと。はい、これで57目なんですけど、さあこれで私がこれで輪っかにしていかなきゃいけないんだけれども、ちょっとこれ出しといて、はい。でどうやって輪っかにするか、ちょっと後ろから28、56目スタートなので28目目、はい、そこにちょっとこれを入れてね、はい、入れて、でビヨヨヨヨーンと、でここをこう引っ張って、はい、引っ張って、はい、でねじれないようにちゃんとこう両方を針の方に持ってきて、でねじれないようにこうやって2つを両方をこうやって持ってきたら、こっちが糸端で、これから編んでいくっていうか、今編み終わった方ですね。これ編み終わった方のこの糸をこっちに引っ掛けてあげます。これをこう引っ張って下からすくうように、でそのままこうかけてね、そのままこうかけて、でこう引っ張って、はい。でこれで準備は OK です。はい。でそうしたらこっちね、これ
今糸がついてる方と逆の方の針を引き抜いて、で最初の2目を2目一度で表編みでします。ね、ちゃんと2目取れるように割らないように、はい、割らないように。これでいいかな。はい、はい、これで2目一度表目。はい。でその後は普通に表裏なんですけど、裏普通に入れるとちょっと頼り投げになるんで、しっかりなんつうの、表目が綺麗になるように裏目のところでこうねじりで裏目をやっていきます。裏目はねじって、で表目は普通に編みます。で裏目はねじる。普通にこう右から入れるところをこう下側からね、下側っていうか左側からこう入れていく感じですね。ここに入れるのを普通はね、こっち側、この方向、針先を上に向けてる時に下側から穴に入れる感じね。はい、ここですね。でねじって裏目をねじって表を普通に編んで、これで表じゃないよ、1目ゴム編みを今これ2段目です。2段目ね。さっき準備で1段編んで、これが2段目になるんですけど、これで全部で20段20段をとりあえず編んでいこうと思います。はい。はい。というわけで20段1目ゴム編みを編んでまいりました。じゃあここでですね、私、とあることをいたします。はい。そしてその後何をするか。皆さん、私のやることでございます。なので想像している方はいらっしゃるかと思いますが、はい。はい。もう一個すでに編んでありました。はい。編んでありました。ということでね、これを合体するんです。ここまで同じところまで編んでます。ただ別々に編んだので糸がちょっとずれてます。大したことないです。はい。この後ちゃんとあれですよ。ちゃんとなんて言ったらいいの、追いつきますんでね。はい。でこれで20段両方とも編んでるんで、こいつをですね、こっちに移します。はい。で移す時なんですけど、ちょっとどうやって移すんだっけかな。そうだ、再考するんですわ。ね、これずらすんですわ。これはね、ちょっとこうやってね、再考するってちょっと映ってなかったね。こうなってたじゃないですか。こうなって。で次本来だったらこっちにもともとつながってるから、今度こっち側をこうやって編んでく。ここはトップになるんですけど、こっち左側にあるね、右側か、右側にあって、でこっちからバーッと編んでいくんだけれども、編まずにこう抜いて針の方向を変えます。変えて、はい、ね、こういうことをするんですよ。これしか思いつかないんだけど、じゃないとできなくない？輪編みでさ、輪編みっていうかこうやって円でって言ったらいいの、こうやって輪でやってさ、それで2つで同時編みしようなんつうのはさ、なんかこうやってさ、映さないとできない気がするんだけど、それ以外なんかある？誰か知ってる人教えて。私はこれしか思いつかないんだけど、結構あんまりそういうとこ頭よろしくないんでね。うん。はい。でこういう感じで、写しました。針の方向を変えました。はい。はい。で、そしたら、これが、こうなってる。こっちも、こうなってる。ね。こういう感じで、こういう感じで入れてきゃいいってことですよね。間違えないように、まずは、こっちを抜いといて、こうね。こっちから、つまりこうだ。はい。これで写します。間違えないようにね。そして
だいたいいつも、あれだよね、このぐらい編んじゃってから、ゴマ編みするときはゴマ編みが終わってからこう移す感じでやってってるんだけど、はい、移しました。はい。で、そしたら今度こっち側。よいしょ、こっちに移すんだから、キュッ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 と。これをちょっとね、またこう入れて、はい。で、移していきます。やっぱりね、どう考えたってね、同時編みした方が楽なんですよ。だってね、マシメとかこれからちょこちょこっと入ってくるんですけど、マシメするときとかね、いちいち数えるのも面倒だし、まあどっちにしろ数えなきゃいけないっちゃ数えなきゃいけないけど、ね、何段おきにこうマシメとかなるからね。だけど、まあ一回マシメしたらね、連チャンでマシメすればいいだけの話ですから。まあこんな感じで。やっぱり同時編みをしていった方が、どう考えても同じもの編むんだったら、しかも柄もね、合わせていくんで、こっちの方が絶対いいと思います。はい。はい。写し終わりました。なので、こちらもいりません。おーい。というわけでね、これね、とっくに使ってるんですよ。ね。ちらっとこっちだけ見せといて、こっちは見せなかったのはこういうことでございます。はい。はい。じゃあ、これで写りました。大体、どれぐらいかね、どれぐらいズレがあるかな。あ、そうだね。20センチ以上。30センチはないかな。結構ずれたね。いや、割とね、2回目編んだ時のがちょっときつめかなという感じで編んだら案の定そんな感じだけど。まあ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 。じゃあこれでちょっとこんがらがらないようにね。はい。というわけで、ここから普通に、よし、これ持ってきて、ドーン。はい。ここから普通に編んでいくんですけど、まずじゃあ何をするかっていうとですね、ここからはですね、まずそのままの目数のまんまメリヤス編みで20段やっていこうと思います。はい。シンプルでございます。まずは足首のとこですからね。はい。じゃあとりあえず20段メリヤス編みをしていこうと思います。ね。もうあとは楽よ。ここまで来たらあとはね、楽よ。これね、ちょっと端っこだけ、このね。あとは増し目するところだけ間違えなければ、まあそうね、どこで増やそうかなっていうのをね、ちょっと今まだ考え中ですけどね。本当はふくらはぎ側だけでこう増やしたいかなと思ったんだけど、それって履く時にパッと見た時になんかこうわからなそうなんで、あんまり考えなくていいかなとね。どうせこの輪で編んでるんで、まあちょっとぐらいね、こう脇っちょがこうずれようが何しようがいいと思うんで、まあそんな感じでちょっと適当に増やしていったらいいかなと思ってます。はい。じゃあこれで20段このまんまメリヤス編みだけで編んでいこうと思います。メリヤス編みで20段編んでまいりました。さあ、ここからが実験でございます。というのもですね、ここからね、増し目をしていくんですね。で、普通バーッと編んできゃいいじゃないかと思うんですけど、ぴったりしたやつが欲しいっていうことなので、私はダブダブだったらまあ同じ目でねバーッと編んでくっていう手もあるんですけど、まあ私の場合はでもね、ふくらはぎはむっちゃ太いんでやっぱりね増し目しないとダメかなっていう気がしないでもないんですけど、とりあえずなのでですね、まあ一応ねサイズを測って、でどのぐらい増やしていけばいいかっていうことなんですけど、トータルでね20何目だ、28目全体で増やすのかなこれ。だから太さがもうちょっと28目だから14目、このぐらいの太さになるのか、そこまで増えるのか。その前になんせここから実験ですから、はい、実験ですから。でどうやって増やしていこうかっていうのなんですけれども、ですね、10段おきに片面で2目ずつ増やすか、5段おきに片面で1目ずつって思ったんだけど、片面で1目ずつってちょっと難しいじゃない、どこで増やしていけばいいんだろうっていう感じなんで、なので片面で2目ずつ10段おきに増やしていこうかなと思うんですよ。これ実験です、実験ね。はい。でそれで増やしていく時に、まあ増やしてって等間隔でこう増やしていきたいわけです。でここ端っこだけでやっていくと、なんせ靴下と違うんで、履いた時にですね、増やしたところが真横に来るかどうかちょっとね、それを確かめて履くってのも大変なんで、等間隔で増やしていこうっていうと計算したんですけど、ちょっと増し目がねなんとなくこう斜めにずれていくんです。ただ
どこに突っ込んでもいいっていうことになると、別に少しねじれてたって等間隔で増やしていけば、まあ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 問題はないんじゃないかなということで、それでそれをね、ほら、2段おきにとかでバーって増やしていくわけじゃなくて、10段おきなんで、まあ、ポコッと増えて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 って、なんとなくこう、ちょっとねじれるけど、だけど等間隔で広がっていく感じでね、増えていく。で、それをこれからやっていこうと思います。なので、10段おきに全部で4目ずつ、何回やるの全部で。だからそれを、7回、7回、7回やる。で、そうすると、増やし終わったところで多分61段編むことになると思います。全部で。うん、そうなるね。うん。なので、次から増やしていくからね。うん。なので、今、40段、全部で40段。だから41段目で増やして、51段目で増やして、61段目で増やして、71段目で増やしてみたいな、そんな感じでやっていくと、最後に、来るのが何段目になるんだろう。ちょっと待ってね。4、5、6、7、8、9、10、101段目で、増やし終わるってことですね。101段目。ってことは、61なんだね。だから全部で61段これから編んでいくってわけですわ。そうすると、どんぐらいもうちょっと、今40段だから、こんなもんだから、40段の、さらに20段のこのぐらいか。このぐらいまでですね。はい。そんな感じで、ここまで、ちょうどふくらはぎのとこ来るぐらいまで、ビューンと増えていく感じかな。まあでもね、一気にはちょっとできないと思うので、妹とちんちんのね、足に合わせながらやっていきます。そのためにまず、ここにですね、セーフティーヤーンを入れていこうと思います。いや、それが安全だと思うんですよ、やっぱりね。うん。なので、セーフティーヤーンをまずは入れていこうと思います。と言いながら、セーフティーヤーン用の糸を用意してなかった。ちょっと今から探しに行ってこよう。はい、探しに行ってきます。よいしょ。はい。探してまいりました。普通の裁縫道具の中から妹ちんちんが気に入っていつも買ってるボタン糸のつける糸なんですけど、絶対使わないであろうピンクを1本いただいてきました。はい。これでちょっとあれだわ、セーフティー案をやっぱね、この糸の細さですからね、これね、だから普通の毛糸とかコットン糸とかじゃちょっと太すぎるんで、これを使ってセーフティー案にしようと思います。どうしようかな。1本でいいかな。1本でいいか。ね。じゃあこれでちょっと入れていこうと思います。これずっと普通に。何何よ。これでちょっと入れていこうと思います。セーフティーアンなんてめったに入れないんですけど、今回はさすがにね、実験なんで、実験やるときは入れますよ。はい。ちょっと、こういう感じで、簡単にちゃちゃちゃっと入れていきたいと思います。はい。では、実験を始めるためのすべての準備ができました。等間隔でこのマーカーを入れてございます。このマーカーのところで増し目を入れていくことになるかな。はい。じゃちょっとやってみようか。ね、どんな感じになるのか。セーフティー案を入れつつ、ね、やっていくっていう話で、こんな細いセーフティー案を入れたことがないんであれなんですけど、でもとりあえず、普通にやっていけばいいと思うんで。どうやってやっていくかっていうとですね、今41段目ですね。41段目トータルでになるので、あれ、ちょっと待ってね。気をつけろ、気をつけろ。ね、ここ、はい。41段目になるので、どうやっていくかっていうと、
通に、ここでは編んでいきますけど、はい、とりあえずこのマーカーのとこまで編みます。はい、マーカーのとこまで来ました。マーカーを写して、はい、でこれを示していくんですけど、これを引っ張り上げてこうやって、全部同じ方向でね、どっちのが楽かな、こっちだな、こっちのが楽ですね。こうねじり増し目、この間の渡り目のところをどっちねじり増し目の方が楽なんで、私的には。なのでこれでやっていこうと思います。全部こいつをね引っ掛けないようにしないといけないからね、一段だけちょっとめんどくさいけど気をつけて編んでね。これでどうよ、増し目目立たないと思うんだけど、多分大丈夫だと思うんだけど、はいはい、ここまで来ました。これをこっちに渡して、でここを渡り糸を手前から引っ掛けて、で向こう側で編むと。はい、で増し目、はい、こんな感じですかね。こんな感じでいけばいいんじゃないかな。増し目してる部分、はい大丈夫ですね。はい、じゃあちょっとこれ実験組んで、これを今41段目41段目でこれやってるんで、全部41段やって、で51段目61段目っていう形でこれをね入れてるところでね、今56目全部で片面28目なので、こことここのマーカーの間には14目あるんですね。で今14目あるところ、増やしたところ数えると123456789101112131415、はい、15になってます。はい、この間が15、16、17、18と増えていくわけですね。均等に、増し目をしていくんですけど、ただ均等に増し目していくんだけども、ちょっとずつこうやってほんのりちょっとずれてきます。どうしてもこう V 字でやっていくんで、右側に入れてるんで、ちょっとずつ右にずれていく。ただ全体的にずれてって、なんとなくこうねじれる感じになるんだけど、増し目の部分がね。でも別に見た目変なことにはならないと思うんで、とりあえず実験組んでやっていこうと思います。はい、では今日はここまでにしとこうかね。とりあえずじゃしばらくこれをやっててどうなるかっていうのを次お見せしたいと思います。というわけで本日はここまでにしようかな。はい、というわけでここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。次も、またすぐにお会いしたいと思います。はい、というわけで本日はここまで。ではさよなら。でね、なんかちょっといつもと違う喋り方してるのは、親父がもう寝てるわけでございますよ。はい、すいませんすいません。はい、そのかしあれですから、今日おまけありますから、はい、おまけの方ご覧ください。というわけでどうしよう。お待たせしました。大丈夫ですかね。はい、はい、どうぞ。お待ちしてください。